UV レジン、ビーズが作れるシリコンモールド。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今日はこのビーズが作れるシリコンモチーフというものを湯沢屋さんで購入してきたので、こちらを紹介したいと思います。すごいですよね。この T ピンを刺してもう硬化するとビーズができるというものらしいんですけれども、ちょっと面白そうだなと思ったので、これでオリジナルビーズを作っていきたいと思います。実はブルーのビーズを探していたんですけれども、なかなかイメージにぴったり合うものが見つからなくって、これを使ったらもう自分でオリジナルのものが作れるということなので、いいなと思って購入してみました。はい、早速開けてみました。こういったセットになっております。こちらどんな仕組みなのかなと思って読んでいったら、どうやらですね、ハサミを入れてこのシリコンモールドをカットしてこの T ピンを差し込むスペースを作るというものだったんですね。ではやってみたいと思います。ちっちゃくて可愛らしいですね。こういったタイプのものなんですね。もうすでに穴が開いているのかなと思っていたんですけれども、どうやらこちらにですね、切り込みを入れられるようなスペースがあるので、ここにハサミを入れて、差し込む形を作っていくようです。ちょっと緊張しちゃいますが、ハサミを入れていきたいと思います。ここですね。はい。ガイドラインがついてるので、すごく簡単にカットすることができました。で、半分ぐらいまでカットしてくださいと書いてあったので、少しこのガイドラインよりも下の方まで切り込みを入れておきました。こういう状態です。なるほどという感じですね。こちらもカットしていきたいと思います。はい。で、こちらもよいしょ。大丈夫かなこちらもね、よいしょ。で、ここにもカットできました。はい、それでは早速付属されていたこちらの T ピンを今カットしたこの溝に入れていきます。こういうことですね。なるほど。少しこの T ピンはまっすぐにしておかないとダメですね。で、横から見るとこういう感じです。大丈夫なのかなと心配ではありますが、ここ押さえて硬化したら大丈夫そうですね。楽しみですね。それでは、長さをこのくらい残して、セッティングします。この後カットしてくるっと丸めてビーズを接続できるパーツを作るので、このくらい長さを出しておきます。こちらもはめておきました。で、こちらの半円型のものはこの T ピンの最後の部分を下に当てて、エンドパーツにしたいと思います。このくらいかな。これでちょっと作っていきたいと思います。それでは中にはこちらのアレンジパーツ、ガラスビーズのようなものとこのキラキラとしたグリッターを入れていきたいと思います。どちらもセリアさんで購入いたしました。こちらはカリグラフィーを作った時と人魚の涙を作った時に両方合わせて使用したものです。この組み合わせでオリジナルビーズを作って合わせることができたらなと思って作ってみたいと思います。それではですね、まず1滴ずつ半分くらいになるように、レジン液を流していきたいと思います。はい、傾けたら全面に簡単に広がってくれました。3つとも広がったのを確認して、まずはですね、こちらのビーズを、たっぷり埋め込んでいきたいと思います。どんな感じになるのでしょうかね。少し端の方に寄せて、グラデーションっぽくなったらいいかなと思って作っております。たっぷり。それではこの四角いのはこちら側に寄せておきましょうかね。はい、こんな感じでたっぷりと沈めておきました。そしたら、このグリッターを直接上からちょっと振りかけてしまいましょう。下の方に今のせたところをめがけて、
こんな感じで入れておきます。キラキラしてとっても綺麗ですね。そしたら少しだけ触ってグラデーションっぽくなるように伸ばしておきます。はい、それでは一旦ここで硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。今このくらいにですね。一度に硬化するとこういったシリコンモールド反ってしまう場合があるので、とりあえず2回に分けて作ってみることにします。そしたら最後上から一滴レジン液を流してちょうどシリコンモールドいっぱいになるくらいですね。これで、平らにして硬化したいと思います。少しグリッター足しておきますね。濃くしたいところに落としてよりはっきりとした入れすぎちゃいました。ではこれで少し微調整してこっちに端の方に寄せておきます。あとはこの金具の部分 T ピンを少し隠すようにしておこうかなと思います。はい、いいですね。それでは硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。それでは早速取り外していきたいと思います。楽しみですね。ではこれからよいしょ。すんなり外れましたね。おーかわいい。これ、ここをバリを取ってカットしてちょっと綺麗に整えたいと思います。裏面もしっかり、硬化しておきました。こうおせんべい焼けたかなみたいな感じでくるっと裏に向けて裏面からも当てておいてください。よいしょ。こっちはアメちゃんみたいですね。この部分残ってしまうんですね。なるほど。このエンドパーツにするにはちょっと難しいかもしれないですね。これは、レジンで埋めてもいいかもしれないですが、ちょっと難しいかもしれない。では、この長方形の方、はい、とっても透明感のあるクリア感のあるビーズらしきものが出来上がりました。そしたらここちょっとバリが出てしまったのでここをカットします。こちら側もですね、ここをこの細かいニッパーを使ってカットしておきます。あとはこちら側ですね。はい、でこれもう使い道としてはここをカットしてレジン液でコーティングしてというのが一番いいかなと思いました。ここは、こっちに輪っかはもう作れないのでここをカットしてコーティングしたいと思います。はい、それでは最後こちらをカットしたいと思います。はい、でここをレジン液でコーティングします。ではノンワイプのトップコートを使ってこの四角いのは側面をまずはコーティングしたいと思います。はい、ツヤが出ましたね。はい、それでは硬化したいと思います。これはですね一つずつという感じで硬化していきたいと思います。はい、すべて、コーティングが終わって、硬化が終わりました。それではこちらをビーズにしていきたいと思います。この辺りでカットしておきます。こちらもここで大丈夫ですかね。はい、これもそしたら、この T ピンを横に直角に折り曲げておきます。簡単ですね。すんなり曲がってくれます。
少し持ちにくいかなとかと思ってたんですけれども、特にそんなこともなく、こちらも横にクイッと曲げておきます。そしたら丸やっとこに持ち替えて、ここをくるっと一周させて、接続部分が完成いたしました。ではこちら側もくるっと曲げて整えて、はい、ビーズパーツ完成いたしました。とっても可愛らしいですね。それではこちらの2つも、作っていきたいと思います。くるっとしてちょっと整えて、はい。出来上がりです。ではこちらもよいしょ。はい、完成いたしました。ブルーのビーズパーツ出来上がりました。とっても理想的な形です、私的には。ブルーが入って、少しグラデーションになって透明感も残る、そんなビーズが出来上がりました。とっても簡単ですね。それではこちらも作っていきましょう。こちらも同じで、まず最初にここに切り込みを入れていきます。ここがちょっと緊張しますよね。でこちら側にも切り込みを入れて、はい、準備ができました。こちらもですね、よいしょ。そしてこれくらい、はい、こういう状態になってます。ここに挟む感じですね。こっちの方はですね、内側にも切り込みを入れないといけないので、ここは定規を使って印をつけてから切り込みを入れます。上と下の線をまっすぐ合わせたら、ここに線を入れます。でここをカットすればいいんですね。はい、心配ではありますが、はい、そしてこちら側も、で、シリコンモールドをきれいにしておきました。それではセッティングしていきます。少し広げてはめると入れやすかったです。はい、これでいいでしょうか。しっかりと沈めて、この辺りですね。でこちらも一直線になるように沈めておきました。これ楽しくっていっぱい作っちゃいそうですね。はい、ではこちら側にも、それではここで一旦硬化します。なみなみついでいった方が型から取り出した時に綺麗に硬化できると思いました。で、少しグラデーションを作って硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。これで、いい感じですね。飴みたいですね。よいしょ。うまくいきましたね。この内側の部分も、はい、完成です。これで、お揃いのビーズのパーツができました。とっても綺麗ですね。とっても便利なシリコンモールドだなと思いました。これで自分のオリジナルビーズを作ってアクセサリーに合わせたパーツを作ることができるんじゃないかなと思います。いろんな色で作ってキラキラさせたら本当に可愛らしいですね。でこちらはですね、以前作ったカリグラフィー風のイニシャルのモチーフなんですけれども、このバッグチャームに合わせる
何かが欲しいなと思ってたんですよね。これ中に入っているもの同じなので本当にぴったりでいいかなと思いました。ちょっと組み合わせはね考えてこんな感じで、あとはこういったパールなんかを間に入れていったらとても涼しげな可愛らしくなるんじゃないかなと思っております。これいいですね、こんな感じでお揃いのパーツを作ることができる、とっても便利なモールドだなと思いました。今回はキラキラのグリッターとアレンジパーツを使ってブルーのグラデーションの綺麗なオリジナルビーズが出来上がりました。普段のレジン製作と同じような感覚で簡単に作ることができました。ということで今回はこちらのオリジナルビーズが作れるシリコンモチーフを使ってビーズを作っていきました。これ以外にもたくさんのいろんな種類がありましたので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、Twitter、Instagram、TikTok もぜひよろしくお願いいたします。